今回でバイクアウトを制覇します。これが最終ステージです。やってやるぜ。それじゃあ進めて参りましょうか。まずは揺れる床から。思った方向に進みづらいが、かといって速度を落とすと転がり落ちる。最初から苦戦しました。前途多難です。今回は獅子お弟子というよりはシーソーで正面衝突するのは草。タイミングが合わずどうしても正面衝突する。3度目の正直。バランスを崩した。リスポーン地点を更新しよう。スペランカー並みの耐久度。でもやり直しやすくなりましたね。だからといって命は軽くならないのだが、そろそろ刻んでいきますか。ダメじゃん。リスポーンも謎の力で右へ飛ばされる。また一つ完全制覇に近づきました。次はガチでサスケにありそうなやつ。回転する足場に抵抗しながら渡る。なんかラグでタイミングが合わなかった。時計回りなので右に押し出されやすいんだな。もう少しなんだけど。大切なのは着地位置です。ここでせり上がってくる左の面に乗りたいんです。そうすれば着地時にフラットな床が生まれる。これがこのセクションの攻略法です。私はすでに頑張っていますが、私自身のそれに気づくまで様子を見ましょう。あばら骨が砕け散りそう。自慢の回転力。縦回転と横回転の融合。私はようやく気づいたようです。要するに助走距離が足りねえんだ。もっと加速してプロペラの上に入ればいける。ダメでした。今のは踏切位置が手前すぎただけなんだよね。ここで大切なのは十分な助走距離なんだよ。意外と盲点ですが、これは後半にも関わってきます。ここは最初の揺れる床に似ています。床同士が離れていて飛び石になっている。なぜかさらっと抜けてしまった。こんなガバ勢には反省を促しましょう。取れ高を求めて2周目をプレイします。何？時折変な挙動が見られる。くるりんぱ。これで適切なガバ成分を得られたと思います。続きいくよ。これは反省してませんね。再び2周目に戻りまして、結局1回しかガバらなかった。まあいいか。次はなんと赤い3騎士がパワーアップ。彼らは新技ローリングトリクラーで待ち受ける。このシングルな回転が難度を高めている。回転を意識しすぎると勢いが不足する。リズムよく進まないと回転であらぬ方向へ。惜しい。うまくやればほぼまっすぐ進めました。次は隆起する床です。これまでにも見かけ倒しのはありましたが、回避不能なタイプは初めてかも。とはいえまずは小手調べといったところか。そこまで難しくはないです。次は氷っぽい床のセクションです。滑るのでブレーキをかけても止まりづらい。さらにジャンプを要求してくる。しかも着地後に右折がある。勢いがありすぎると止まらないし、不足すれば届かない。これが理想に近い解答例です。後輪を引っ掛けて減速。これにて問題解決。ここまで速度が落ちていれば右折も簡単です。
でもこれじゃあ難しさが伝わらないですよね。ということで2周目です。うまく減速できない場合はどうなるのか。曲がりきれねえ。納得のいく絵が取れなかったので3周目です。全速力だとグリップが効かずに曲がらない。表情のジャンプ方向転換はダイヤのグリップが回復する。とっさでも使えるようなら安心でしょう。次はアクロバティックさを要求されます。下からの風、そして目の前には壁へ。これは壁じゃない、道です。バックフリックで着地。失敗。やっとうまくいきました。次のセクションに進みましょう。次は大型のブランコを思わせる。なんだ？急にラグるのやめてくださいよ。コツをつかめばなんとかなる。次はたこ焼き器みたいな何か。ちょっと離れてた。このたこ焼き器は3階層に分かれている。まず一番下のたこ焼き器を目指す。踏ん張りが効かない。2階層スキップはアウツ。なんとか耐えた。あとはたこ焼き器から脱出する。何やってだ。よっしゃのシャー。次は強化型シーソーと振り子の組み合わせ。後輪が巻き込まれた。頭蓋骨陥没。シーソーにしてやられたという。リスポーン地点を刻みながら行くぞ。焦りがガバを生む。またしても後輪。地形にはまった。ここは難しい印象はないんだけど、なんとか突破しました。ここは複雑すぎて理解できてないけど、私なりの攻略法をお話しします。まず、右端で向きを変えて待機。ここです。いいですね。道と棒が重なった時が攻略開始の合図。ここで行きますか。この中央に乗るとアンチだが、待ち時間がだるい。スマートに抜けるのが理想でしょう。これはいい感じ。一気に青いところまでたどり着きましょう。正直、成功率はそんなに高くないです。ということで、画爆練習も作っておきましょう。このセクションでのラグは命取りすぎる。草。ここは本当に苦手。次は逆走コンベア。ガチでスタンドステージのやつ。ハンマーの瞬間移動やめろ。コンベア方向が逆に加速する。行き過ぎた。行き過ぎ。次はしっかり止まります。ジャンプで降りまして。さあ、次のセクションです。ベルトコンベアが横に流れている。つまり、自転車の向きをジャンプで合わせる必要がある。まずまず惜しいんだけどな。成し遂げたぜ。画爆練習。さあ、難所の登場であります。その構造はタンクローリーを思わせる。回転を利用してジャンプ。これは長くなりそうね。割と惜しい。粛清。
疲れたもう。しかしここが終わりの始まりだった。そうだ、私は好きで2周目を走ったのではない。走らざるを得ない状況に陥ったのだ。その件についてこれから説明します。この上下する床には血管がある。見ていると奇妙な点に気づくかもしれない。一つ先の足場と動きが完全に同期しているのだ。本来なら自分の足場が高く、一つ先の足場が低い時を狙ってジャンプする。しかしこのように動きが同期している場合はアウツ。私の技術ではいくらやっても届かないのだ。ここから先5分以上挑み続けた動画が残っていますが、あまりにも救いがないので大胆にカットします。ついに私の心は折れました。無念のリタイア。ちなみにこのままリスタートすると、状況が改善しておらず、再び積みました。みんなは真似しないようにしようね。あくまで個人的な体感に過ぎませんが、一度ゲームを終了して、再び挑むと改善しました。クリアの参考になれば幸いです。一見すると違いがないように見えますが、届きます。なぜ動きの同期が発生するのかは分かっていません。ラグの影響で結果的に同期する可能性はあるのかも。また同期状態でクリアする方法があれば誰か教えてください。オナシャス。最後で届かなくて草。これが本来のあるべき姿だと思われる。とにかくこのセクションは運ゲーすぎる。いよいよバイクアウトの終わりが近づいてきました。ここも場合によっては詰まりやすいセクション。タンクローリーの上を渡りたいが、回転に逆らって前進したい。だが真正面から挑んでも跳ね返されてしまう。要するに正面から挑まないのが正解です。まず助走距離の確保。曲がりながらジャンプする。この方法なら突破できる。乗り越えた方向が悪かった。律儀に真正面でリスクオン地点を更新すると起点。文字通り視界が狭くなり助走を伸ばそうと考えにくい。正直初回の突破まで30分ぐらい悩みました。次は右から強風が吹いています。まずは普通に挑戦。当然の原理のように左に吹き飛ばされる。それじゃあ右に曲がりつつ風に抵抗すればいい。抵抗を意識しすぎると前進する力が不足する。なんと斜め後ろに吹っ飛ばされる。まっすぐ走っても抵抗してもダメ。それじゃあどうするか。答えはこれです。適度に抵抗する。0か100かで考えるのではなく中庸を目指す。おそらく前進80抵抗20ぐらいの感覚でいい。さあ展開次第では最後の関門です。ほぼ完璧なムーンジャンプが求められる。結局はこれも助走次第ではある。つまり一つ前のセクションの加速を利用すれば長く助走できて突破しやすくなるでしょう。ここでのリスクオン地点更新は罠なのだ。とはいえ風で飛ばされない範囲で助走は伸ばせる。これで越えられれば問題はない。惜しい。しゃあない。もう少し助走を。あ、この辺りが限界か。この助走距離ならいける。もう少しなんだ。シャー、ファルコンフット。ラス前のセクション。落下の美学だ。うまくプロペラの風を受ければ。なんとか越えられた。ついに最終関門です。最後は発射台に乗ってゴールを目指す。まずは乗りましょう。要するにゴルフのホールインワンのような感じ。これがゴール。今回は少し飛距離が届かないか。うまく中に入ったがゴール判定は空中にあるようだ。リスクオン地点更新忘れ。それじゃあリスクオン地点を更新して目指せホールインワン。実は空中でもジャンプ判定がある。ハイパーバニホタイム。バイクアウト4工事完了です。2回目の成功はうまくいきすぎたので取れ高の確保のためさらに挑戦してきました。ミスショット。発射台の根元に近いと飛距離は伸びない。発射台の上にリスクオン地点を置く荒技。
左右にブレても当然うまくいかない。中央に近ければいいわけでもない。明らかに飛びすぎてしまう。最後に微調整なしのクリーンなボール。対戦ありがとうございました。完走した感想ですが、思っているより大変なことをやってましたね。録画したのが5月頃だったので、だいぶ忘れてました。次回は火山への挑戦と攻略をテーマにやりたいです。火山はいわゆる隠しコースで、全プレイヤーのおよそ 2% しか到達していない秘境。逆説的に約 98% のプレイヤーがたどり着けぬ場所です。そこへガバ勢でもたどり着けることを証明してみせようぞ。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。